吉岡が言った。駅前の通り魔事件も覚えてますか？そんなこともあった。田原も忘れていない。被害に遭ったのは駅前の通行人。軽傷者12名、重傷者3名。犯人は手に入れたサバイバルナイフで相手構わず切りつけた。ああ、覚えてる、と田原は言った。吉岡が言った。あの男は派遣労働者だった。取り調べであの男は言った。自分はもう働くということに耐えられなくなった。他人を殺して死刑になりたかった。俺はあいつに尋ねた。自分が死ぬために道連れが欲しかったのか。あいつは言った。実はそこが俺にもよくわからない。あんたの言いたいことはわかるよ。死にたいなら他人など巻き込まずに自分一人で死ねばいい。でもなぜか俺にはそうは思えなかった。なぜあいつにはそう思えなかったのか。あの時俺はそこにこだわった。あいつの父親が勤めていたのはブラック企業ってやつだった。だがやがて体を壊し障害者年金を受け取ることになった。やがてあいつの親父はアルコールに依存するようになる。ローンの返済に加え生活費を賄いきれず親戚から借金をすることも少なくない。母親は精神的に不安定でよく死にたいとむせび泣いていた。しかしやがてあいつの父親は家庭内で暴力を振るうようになる。それが次第に激化していった。あいつは子供の頃から親に虐待を受けていた。俺はブラック企業ってもんのことを少し調べてみた。ブラック企業という権力、労働力搾取のための圧力、過重労働の正当化、労働基準法違反のごまかし、労働者の諦め、そして人間破壊。あいつの親父は権力に搾取されて人間として心も体も壊されていた。だがあいつの親父は決してそれに気づこうとしなかった。それを認めようとしなかった。世の中というのは厳しいもの。だから自分の息子がきつい目に遭うのは当然だ。あいつの親父はそう考えていた。だがそれは間違ってる。
あいつの親父は騙されたんだ。そして息子が、そのしわ寄せを食わされた。今の日本には貧困という現実がある。でもそれが、どんなに冷酷で残酷なものか。多くの者は知ろうとしない。自分には関係ない。皆、そう言う。でも、それは嘘だ。関係ないわけじゃない。目を背けたいだけだ。皆が目を背ける。そして、目を背ければ、どこかの誰かが、泣きを見なくちゃならなくなる。泣きを見なくちゃならなくなったやつを、誰が助ける？助ける者などどこにもいない。あいつは子供の頃からずっと苦しんできた。そして世の中を恨んでいた。でも誰も見向きもしない。あいつはその恨みを晴らそうとしたんだ。そしてそれを大勢の人間に分からせようとした。吉岡が続けた。刑事というのは嫌なものばかり目にしなくちゃならない。もうたくさんだ。それを聞いた田原は黙ってしばらく考えた。やがて田原が言った。刑事が苦しめばどこかの誰かが助かるかもしれない。もしお前が一月苦しめば誰か一人、どこかの誰かが助かるかもしれない。もしお前がもう一月苦しめばもう一人、どこかの誰かが助かるかもしれない。お前はそのどこかの誰かを見捨てるか。それを聞いた吉岡も黙ってしばらく考えた。やがて吉岡は言った。刑事というのは辛い仕事だ。だから嫌になる。でも俺はまだやめてませんよ。よし、その意気だ。と田原は言った。田原は思う。犯罪者に同情しろとは言わない。しかし、犯罪者は人間なのだ。人間は心を持っている。そして、その心から、目を背けてしまったら、真実にはたどり着けない。刑事といっても、ピンからキリまでいる。役立たずも大勢いる。しかし吉岡はいい刑事だと。
田原は思った。田原は車を運転していた。助手席に吉岡がいた。二人は聞き込みのために国土交通省の建物に向かっていた。田原が言った。今、お前が何を考えているのか。当ててやろうか。なんです。と吉岡。この町をいくら見渡してみても、何の希望も見えやしない。吉岡は答えなかった。吉岡は黙っていた。田原が言った。だが本当にそうか。そう言い切れるか。俺たちには、まだ、見えていないだけかもしれない。本当は、この町にだって、どこかに、希望ってもんがあって、俺たちにはそれがまだ、見えていないだけかもしれない。だとしたらどうする？事件は起こった。そして、事件が起これば、必ずそれは、解決されなければならない。もしその事件に、犯罪者が存在するのなら、その犯罪者を逮捕して、罪を償わせなければならない。もし警察が事件を解決できなければ、警察は世の中に甘く見られてしまう。警察が甘く見られれば、人々は自分が犯罪を犯すことに抵抗を感じなくなってしまう。そして、この日本の治安は維持できなくなる。それを許してはいけないのだ。治安を維持できなければ、泣かなければならない人間が、また増えてしまう。再生リスト11に続きます。